旅。こんにちは、あーです。今日もアー旅始まりました。今日私はですね、こちら MGM 札幌さんにお邪魔してます。で、今日なんで来たかっていうと、先日ね、東京モーターサイクルショー行った時にハーレーのブースでスポーツスター S にねまたがったんですけど、あれがねめちゃくちゃかっこよかったんですよ。で、乗りたいなと思ってたところ、試乗車があるっていうことでね、今日はそれをお借りして乗りたいなと思います。で、早速お店に行ってみましょう。こちらスポーツスター S、 かっこいいめっちゃかっこいい。どうしよう。東京モーターサイクルショーで見たあのスポーツスター S ですよ。すごい楽しみ。ああ、そうなんですね。エンジンガードとか、はい、タンデム用のやつとか、はい、これも全部オプションのものなんですけど、はい、アー旅では先にスペックからサクッと見ていきましょう。まずはね、一周ぐるっと回ってみます。色はビビットブラックをお借りしました。その他にもホワイトサンドパール、ミネラルグリーンメタリックの3種類があります。個人的にブラックアウトしてる車両がすごい好きなんですけど、フレームもハンドルも全部黒で統一されていてめちゃくちゃかっこいいなって思います。価格は194万8100円とのことです。では細かいところ見ていきましょう。まずエンジンはレボリューションマックス 1250T。 T はトルクの T で、同じエンジンを積んでいるパーアメリカと比べるとで中回転域でのトルク出力を向上させるなど、スポーツスター S に合うような味付けにされています。エンジンスペックは水冷 V 型2気筒、排気量 1252cc、 最大トルク 125Nm 6000回転、最高出力121馬力7500回転となっています。ではエンジンをかけてマフラー音を聞いてみましょう。足つきを見ていきます。シート高は 765mm、 私の身長は160センチ。またがると足の付け根が両足ピタッとつくような形になります。高さはね決して高くはないんですけど、マフラーがある分結構幅が広いんですよね。なので実際にまたがるとちょっと高いなっていう風に感じました。ポジションはこんな感じになります。手と足を前に出すようなスタイルなんですけど、これは手も足もどちらも遠いなっていう風には思わなかったですね。ちょうどいいところにあるなっていうような感覚です。スタンドね立ててバイク停車する時に一瞬ガクッとなるんですよね。これねちょっとドキッとします正面と後ろから見るとこんな感じになります。一生懸命なんか上げてるように見えちゃってますけど、でもね車体上げるのもすごい軽いんですよね。取り回しはね軽くて楽ですね。前に押すのも後ろに下げるのもスイスイと動かすことができます。車重が228キロと軽い上にタンクのね位置も高いので、思い通りに動かすことができて不安はないですね。全体的にねデザインがすっごくいいんですよ。このね短いフェンダーもかっこいいし、あとねマフラーね、これレーサーかなと思うようなね上についているタイプになります。こんなにね足に近いところにあって熱くないのかなっていうのもちょっと心配なので、それはねまた後でインプレしたいなと思います。タイヤはフロントが 160/70R17、 リアは 180/70R16 になってます。既存のスポーツスター、例えば48と比べても太めのタイヤがついていますね。純正タイヤにはねハーレーのロゴマークも入っててワンポイントで可愛いですよね。太めのタイヤですが峠でも走れるのか、後でね走行してインプレしたいと思います。ハンドル周りはこんな感じになっています。スイッチ類が左右に分かれていて、手元だけでいろいろと操作することができます。グリップヒーターと、その下は何だろう、聞き忘れちゃいました。でこれがクルーズコントロールですね。そしてライト、その下が液晶パネルの操作ボタンになります。ウインカーがですね、ハーレーって両方に左右にそれぞれついてるんですけれども、スポーツスター S は左側のみについています。こちらで左右のウインカーを操作するっていう感じですね。右側は走行モードのセレクトボタン、
エンジンスターター、ハザードランプと液晶の操作ボタンやトラクションコントロールボタンになります。では電源入れてみます。走行モードは3種類とカスタムモードがあります。まずこちらがロード、スポーツ、レインモードになります。液晶はスマホと Bluetooth でつなげて手元のスイッチで音楽などの操作をすることが可能です。びっくりしたのがね、マップ表示までできるんですよね。タンク容量は 11.8 リットル、カタログ上ではリッター20キロ以上走るそうです。でもね、後で実際にどれぐらいになるか検証してみたいと思います。灯火類は全て LED になっています。後ろのライトはこんな感じです。あ、旅。じゃあ早速乗っていきましょう。行ってきます。ですね、第一印象は軽い、すごい軽いです。車重が 228 キロと軽量なのにエンジンがねやっぱ 1250cc あるのでスムーズにね走ってくれますね。今回お借りしたこのスポーツスタアイスなんですけど、なんとほぼ新車っていう、オドメーターがねまだ13キロしかないんですよ。だから今回の私のこの試乗が慣らし運転っていうね、いや本当にありがとうございますっていう。で今日はですねがっつり100キロぐらいね走りたいなと思います。街中も走るし、峠道も走るし、高速道路も走るので、いろいろなインプレできるんじゃないかなと思っております。じゃあ行ってみましょう。街を外れたのでちょっとレインモードを試してみます。アクセルワークがマイルドになりますね。ロードモードが直線の矢印だとすると、レインモードは曲線の矢印っていう感じですかね。こうぐーっとパワーが入ってスピードが上がっていくっていうような、そんな感覚がします。続いてスポーツモードを試してみます。おお何これ、面白い。すっごい面白い。アクセル開けると追い風を受けていきなり車体と体が軽くなったような、クックンっていうような感じがしますね。これ下手すると体置いてかれるんじゃないかな。カーブの立ち上がりもいいし、これは峠楽しいですよ。スポーツモードはね本当に1回試乗して試してみてほしい。めっちゃ楽しいです。これタイヤが太くて心配していたカーブなんですけど、ちょうどヘアピンですね。普通に曲がれますね。足の位置が高いからすらないので結構倒しても大丈夫そうです。続いて高速道路を乗ってみました。風防がないので結構風来るかなと思ったんですけど、そんなにではないですね。前傾姿勢だからマシになってるのかもしれないです。せっかくなのでクルーズコントロール使ってみましょう。クルーズコントロールは3速48キロ以上で使えるようです。好みの速度になったらこのクルーズコントロールのセットボタンを押すと、はい、これで手離しても速度落ちません。めっちゃ楽これすっごい楽。旅に出るときにね高速道路乗る機会たくさんあるんですけど、その時にねクルーズコントロールあるとね本当に楽ですよね。私が今持ってるバイク3台ともクルーズコントロールついてないので、今一番欲しい機能ナンバーワンですね。本当に高速道路降りてね下道走って今一番暑い状態だとは思うんですけど、足はねそこまで暑くないですね。今気温22度なので真夏とかになればねもっと暑いのかもしれないですけど、マフラーが近い割にはそんなに暑くはないです。むしろ左の方がなぜか暖かいですね今日の総評なんですけど、良かったところはねやっぱり楽しい。特にスポーツモードがものすごく楽しくて、アクセルを開けた時のね加速感はちょっとこれやみつきになっちゃいますね。良かった点とは反対にちょっとここはなと思ったポイントは腰が痛いんですよ。前傾姿勢に慣れてないっていうのももちろんあるんですけど、おそらくシートがねそんな厚みのあるタイプではないので、もし長距離乗るっていう方はシート交換するといいかもしれないですね。街乗りする分には全然問題ないと思います。水冷エンジンに変わったことでいろいろ賛否両論はあったんですけど、私個人としてはスポーツスタイルはやっぱり新しいっていう風に感じましたね。その機能面がものすごく豊富になっていたりだとか、外観もスタイリッシュでやっぱり最新のバイクっていう風にも感じますし、フルモデルチェンジした全く新しいバイクって思えばこれはこれでめちゃくちゃ楽しいですよ。
私もねファットボーイ買った時に旧車の方がいい音するよってそれこそ耳にタコができるぐらい言われたんですけど、だからといってファットボーイ買ったこと後悔したことって一度もないんですね。だからやっぱり一回乗ってみて気に入ったらそれが答えなんじゃないかなと思います。自分がね気に入ったバイクに乗るのが一番ですよ。はい、じゃあ最後にガソリン入れて帰りたいと思います。5.63リットル入りました。いろんなね道走ったんですけど、やっぱりリッター20キロぐらいは走るみたいですね。あ、旅お店に戻ってまいりました。いやーめっちゃ楽しかったです。 MJM 札幌さんではスポーツスターの他にパーメリカの試乗もできるので、興味がある方は一度問い合わせて試乗してみてください。はい、ということで今回の動画はこの辺で。私のチャンネルではこんな感じでモトブログやバイクの試乗動画上げてます。役に立ったよと思っていただけた方はグッドボタンやチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。